こんにちは。前回のサポートセンター動画でお約束しました通り、今回はアルコールジェルホルダー応用編のストラップと金具の取り付け方について説明します。結ばないテグスの処理方法も詳しく解説しますので、ぜひご覧ください。ストラップ部分の材料です。そろばん型アクリルビーズ 4mm 約80個、マルショービーズ22個、ナスカン1個、テグス3号140センチを1本、30センチを1本。まず本体の作り方は以前ご紹介した100均の材料だけで作るアルコールジェルホルダーの作り方と同じですので、ここまではその動画を見て作っておいてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回はストラップをつける位置が違っていて、前回は前から後ろに渡してつけたんですが、こちらは横にナスカン付きのストラップとループをつけます。横は縦4列になっていますので、この2列目と3列目の先頭のビーズを拾ってストラップを編んでいきます。まず2列目の頭のビーズにテグス140センチを通します。左のテグスにビーズを2つ通して新たなビーズ1つで交差します。次に下向きのテグスで3列目の頭のビーズを拾って、さらにビーズを2つ通して2つ目に通したビーズで交差します。これで1段目ができました。今度は右のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。そして下向きのテグスで隣のビーズを拾ってさらにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。このような要領で左から右へ、右から左へと編みながらお好きな長さになるまで編んでいきます。私は全部で19段編みました。次にナスカンを取り付けます。まず左のテグスにマルショービーズを1つ通して左隣のそろばん型に通します。どちらか一方のテグスにマルショービーズを10個通してナスカンをこのように通します。そしてストラップの先頭のそろばん型マルショーそろばん型に通します。
どちらか一方のテグスでもう一度丸小ビーズ10個にテグスを通します。そして今片方のテグスが出ているビーズに通します。ここからは前回の動画で説明したテグスの結ばない処理方法で仕上げます。このように左から右へ、右から左へとテグスの流れに沿って編み戻っていきます。まずそれぞれのテグスをすぐ下にあるビーズに通します。左のテグスを右隣にあるビーズに通します。さらに今もう片方のテグスが通っているビーズに通します。次に右側を編みます。上のテグスで右上のビーズを拾って、その下のビーズとその左隣のビーズに通します。反対側のテグスで今もう片方のテグスが通っているビーズに通します。次はその下を拾っていきます。今度は左側ですね。このような要領でだいたい3段ぐらい編み戻れば OK です。ビーズの際でテグスをカットします。これでナスカン付きストラップの出来上がりです。反対側にはナスカンを取り付けるループを作ります。こちらは以前紹介した100均の材料だけで作るスプレーボトルの動画で詳しく説明していますので、そちらを見ながら作ってみてください。ループにナスカンを取り付けたら、アルコールジェルホルダーの完成です。
ちょっと手間はかかるけど難しくはないので、ぜひお試しください。